入院中のお義母様をお見舞いした帰り道。少し小腹が空いたので、近くにある喫茶店、蓮河原屋さんに立ち寄りました。こちらの店主さん、なんとお年102歳なのだそう。それだけでなく、働いている店員さんも皆さん現役のおばあちゃんたち。注文したホットサンドイッチは、どこか懐かしくて、心まで溶けるような優しいお味。丁寧にひいた豆をハンドドリップで入れてくれるコーヒーも、香り高くて本当に美味しかったです。そして嬉しいご報告が。40日間入院していたお義母様がようやく無事に退院されました。この日はお義母様の退院を祝ってみんなで実家に集まりました。久しぶりに家族で囲む食卓はやっぱり格別ですね。なんだろう。窓の外に何かがいるみたい。モロちゃん、身を乗り出して興味津々のご様子です。あ、なるほど。今日は窓掃除の日なんですね。妻が冷え性の夫のために編み始めたぬくもり。こんにちは。ハンドメイド作家、バヤウィーバーぬくもり工房のバヤです。再び会えて嬉しいです。初めての方もようこそ。今ミンネで販売中の雪舞のぬくもりソックスをご紹介しますね。モチーフにしたのは、冬の空から静かに舞い降りる一片の雪です。モロちゃん、実はちょっと温かめのお水が大好き。だから、ママは一日に何度も新鮮な温かいお水に変えてあげるんです。指先が触れるたびに、まるで本物の雪の結晶がふわりと足元に舞い降りてきたような。そんな繊細な質感を感じていただけるよう、一針一針、編み目の一つ一つに思いを込めて編み上げました。ただ、温かいというだけでなく、履くたびに心が少し華やいで、あなたの足元を優しく、そして美しく彩る存在になれたらとても嬉しいです。さて、窓がきれいになったところで、ママは暖かい靴下を履いて、のんびりピクミンのゲームタイム。のはずが、モロちゃん、窓掃除よりもピクミンが気になっちゃったみたい。画面の前をうろうろ。これじゃあゲームが進みません。そんなモロちゃんもようやく落ち着いてお昼寝タイム。お口やひげをピクピクさせて。一体どんな夢を見ているのかな。
目が覚めちゃった。顔がたまらなく可愛いですね。のんびりゲームを楽しんだ後は、そろそろ晩ご飯の準備。もともと料理は大好きで、以前はいろんなレシピを調べては、誰かに振る舞うことを楽しんでいました。でも、独身時代はつい自分のことは後回し。適当に済ませるのが当たり前になって、料理を楽しむ余裕なんて全然ありませんでした。私は2003年からゲーム業界で働いています。台湾、韓国、そして日本のゲーム会社でエンバイロメントアーティストとして背景を描いてきました。ゲーム業界というと男性のイメージが強いかもしれませんが、まあ、それは昔の話ですね。今は女性もどんどん増えて、みんなバリバリ活躍している職場です。ただ、労働時間の長さや締め切り前のバタバタ感は、今も昔も変わりません。仕事が終わって帰宅すると、もう夜の9時や10時。急いで帰って、まずは猫ちゃんのご飯。お腹をいっぱいにしてあげてから、ようやく自分の晩ご飯と翌日のお弁当の準備に取り掛かります。当時はキッチンカウンターに立ったまま、お皿にも移さず鍋から直接食べるような毎日。それでも、どんなに忙しくても自炊を続けていたのは、せめて食事くらいは自分でコントロールしていたいという思いがあったから。それが自分にとって理想の生活を手放さないための唯一のプロセスだった気がします。そんな鍋から名を食いの独身時代も随分長かったけれど、結婚してからはちゃんとお皿に盛り付けて座って食べる生活に変わりました。美味しいと喜んでくれる旦那さんの顔を見るのが嬉しくて。今ではまた時間をかけていろんなレシピを読みながら料理を作ることを楽しんでいます。もちろん旦那さんが不在の日だって自分のために楽しく作ってきれいなお皿に盛り付けて、そんな一人の食事の時間も今はとても大切にしています。
実は私、お肉より断然お野菜派。普段の食生活もほとんど野菜中心で、1日に5種類は食べるようにしています。お肉をあまり食べないせいか、貧血気味で病院から鉄分のお薬をもらっちゃっているくらいです。一方、旦那さんは大のカレー好き。そんな二人が今日訪れたのは、農家直営のカレーとサラダの専門店、三日月食堂です。自社農園が九千部山のふもとにあって、普段はお目にかかれないような珍しいお野菜も並んでいるのだそう。店内は素朴で、すっと心が落ち着くような素敵な雰囲気です。まずは、季節限定の柿ラッシー。太秋柿をコトコト煮込んでペーストにし、手作りヨーグルトと合わせた一杯。とろけるように甘くて、本当に美味しい。旦那さんが選んだのは、ほうれん草ベースのカレー。生クリームでお花の模様が描かれていて、見た目もとっても華やかです。見てください、このサラダ。この音を聞くだけで野菜の新鮮さがわかりますよね。私が注文したのはスパイスの香りがたまらないチキンマサラ。そして三日月食堂さんは何にも並々ならぬこだわりがあるんです。きび糖を使ったほんのり甘いナンと石臼ひきの焙煎小麦を使った全粒粉のナン。これらを釜でこんがりと焼き上げているのですが、なんと国産小麦 100%。噛むほどに小麦の香りが広がって、カレーとの相性も抜群です。美味しいお野菜とお互いの好きなカレーを囲んで、心もお腹も大満足の晩ご飯になりました。